今日の話はですね、イメージがですね、上手くなるために必要だよねって。イメージって何なのかって話ですね。絵が上手くなるためのイメージって、めちゃくちゃ簡単に言うとですね、人間の体の形ってある程度比率がまず決まってるんですよ。手足の長さとか体の大きさとかね。基本比率ってやつです。これがまずぐちゃぐちゃだと、その人に見えないんですよ。そのキャラに見えないんですよ。イメージイコール意識しなければいけないことというふうに、言えるかなとは思うんですけれど、で、上手い人ほどですね、この意識してることが簡単に言うとめちゃくちゃ多いんですよ。ね。だけど、もう意識してることってそんなめちゃくちゃいっぱいねあっても同時にできないじゃないですか。じゃあ上手い人ってどうしてるかっていうと、ほぼ無意識レベルでやってるんですよ。今言ってたことを。それはね、いきなりみんなできるようになったわけじゃないんですよね。それは自分でしっかり測って、ひたすら意識してイメージして、それを繰り返し行って初めて無意識レベルでできるようになるんですよ。僕はね、こういうのを伝えるときに、例えば大道芸人っているじゃないですか。ああいう人がですね、ボールを投げてジャグリングするじゃないですか。ああいうジャグリングもさ、最初に3つとか簡単にやりますよね、ボールで。で、それが徐々に複雑になってって、ボールが5つになったり、それがですね、ナイフと、別の形のものでぐるぐるやり始めるよね。皆さんも縄跳びとか覚えてるかな。最初は普通にただ飛ぶだけをクロスさせてみたりさ、二重跳びしてみたり、だんだん複雑になるでしょ。で、その時にまずただ普通に飛ぶってのができないのに、いきなり二重跳びできないじゃないですか。絵も全く同じなんですよ。絵も最初に意識しなきゃいけない優先順位っていうのがあって、そこからいきなり難しいことは無理なんですよ。できないんですよね。やっぱりね、上手い人ほど基本がしっかりします。そう基本が適当な人なんかいないです。その基礎の、積み重ねとか組み合わせがあって初めて、上手い人はですね、そのより複雑な、あるいは難しいことを意識する、ね。でね、じゃあイメージは何かと言ったらですね、これに尽きるんですよ。もう今日の結論ですね。そこに人がいると思って書いてるんですよ。そこにキャラクターがいると思って書いてるんですよ、ね。で、これに必要なことがさっき言ってたようなキャラの基本比率、ね。そこにいると思って書く、ね。そのためにはまず、比率が間違ったらそこにいるような感じがしないじゃないですか。その絵の中にそこにキャラがいると思って書くためにはですね、見て書く必要がある、調べて書く必要がある、必要とあればパース線が必要であるっていうね。ありとあらゆることというのは、そこにキャラクターがいると思って書くために必要なことだったんですね、実は。ね。なんか知らんけど、ここら辺にアイレベルを取って消失点があって、なんか知らんけど他人事でですね、絵描いてるとですね、やっぱなんか知らない絵になるんですね。ぼやーっとしたですね、面白くない絵になるんですよ。そこにはですね、意志がないんですよ。こういう風に描いて人に伝えるっていう意志がない、つまらない絵になってしまう。で、それに対して上手い人っていうのは、なんでここにアイレベル取ったのか、なんでここが消失点なのか、そしてなんでこの窓が圧縮しているのか、すべて説明ができる。いや、ごめん、説明できないかもしれない。僕みたいにね、ベラベラ喋るタイプの絵描きばっかじゃないんで、ロジックで全部描いてるとは限らないんですけど、ただなんでそうしたかっていうね、イメージがあるんですよ。ね。ちゃんとイメージを持って描いてるから、画面の隅々まで緊張感があるじゃないですか、上手い人の絵って。うわぁ、すべての、場所にですね、何らかの意図があるんだろうなというですね、意味は分かんなくてもその緊張感は伝わってきませんか。要するに間延びしていないっていうね。全てのものにちゃんと意識が行き渡っている。全てのものがイメージのちゃんと形、自分でどういうことをイメージして描いてるか。もちろんね、これもね、人によってその受け取る情報量っていうのがやっぱあって、だんだんこれもですね、絵が上手くなってくるに従って徐々にやっぱ分析がですね、できるようになってます。僕も全然描けない時よりも今の方が絵をですね、より深く理解できるようになってると思ってます。偶然適当にね、まぐれでうまく描けることまずないんですよ。はい。
自分がイメージしたものしか絵にならないんですよ。残酷なんですけど、これが真実ですよね。はい。なので、ぜひ皆さんですね、まずやっぱ基本比率を守るとかいうところから始まって、パースとかそういう応用的なですね、空間立体、そういうね、あるいはレイアウトとかね、そういう応用的な、絵を描く工程になっても、最終的にやっぱそこに常に人がいると思って描いてください。他人からどう見られるかの方が優先してませんかって。いや、それは商業的なね、絵を描いたりとか、あるいはね、バズったりするためには必要なね、もちろん要素かもしれないですけど、まず一番ね、他人に見せるっていうんであれば、むしろ自分の中でそこにキャラクターがちゃんといるっていうことをどこまで意識できるか、ね、イメージして描けるかの方が重要です。